どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前アップしたクリプトコリネオンリー水槽のことは覚えていますでしょうか？忘れてしまった方は概要欄に再生リストを貼っておきますので見てやってください。60センチ水槽にクリプトコリネのみを植栽したとんでもなく意味のわからない水槽なんですが、例に漏れずこの水槽も長い間動画に登場しておりません。ちなみに最後に出した動画でも半年ぶりに登場したということだったにもかかわらず、今回はさらに8ヶ月経過してようやく出てきました。もはや2つの動画に登場するのに1年と2ヶ月も要するカタツムリも真っ青なスピードでしか出てこないこの水槽、またまた久しぶりにお見せしていきます。地味に変わってたり手を加えたりしてるので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速いつものおさらっとおさらいから。ブセパランドラオンリー水槽など何か単一の種類の水草のみで水槽を立ち上げることにロマンを感じていた時に、大量の組織培養クリプトを購入して植栽したのが始まりのこの水槽。気がつけば注水前からとんでもない金額になっていました。とりあえず大量のクリプトたちをせっせと植栽して注水までこぎつけたんですが、最初は順調に成長していました。しかし時間を追うごとにクリプトが溶け出して、その溶けた葉から伝播して他のクリプトも溶けていくという悪循環に。この時は毎日溶けた葉が残らないように水替えをしつつ頑張って対処していたんですけど、見当虚しく一部のクリプトは壊滅状態になりました。最初に大量のクリプトを所狭しと植栽したのがあだになったのではないでしょうか。基本的にクリプトは環境が変わったりすることで一度葉が溶け、そこから新たに新芽を展開することは重々承知していましたが、せっかく茂ってきてから一斉に溶け出すのはだいぶメンタルにきましたね。この時は毎朝水槽を見るのが嫌になってた記憶があります。そこからも頑張って水槽の維持は続けつつ様子を見ていたらだいぶマシになりました。正直溶ける前の全盛期と比べるとボリューム不足感は否めませんが、ようやく溶ける葉もなくなってきて一安心です。そんな感じで見事に復活を遂げたクリプト水槽のその後のお話になります。最後にお見せした映像はこちらのなぜかライトスクリーンが緑色になっているやつです。ヤマトヌマエビに苔も掃除してもらってなんかさっぱりしてます。ライトスクリーンと水槽の間に水が入っているのが気になりますが、そこから1ヶ月後の状態がこちら。なんか後ろのシバダサニーがくせ毛みたいになってます。根元を見るとスカスカなんですが、無駄に背丈が伸びてて水面に葉が密集しているため、ボリューム感全くないのに上だけうるさいというよくわからん状態です。それ以外は特に変わったところはなく、いくつものクリプトが溶けても全く影響がなかった前景部分に植栽しているクリプトコリネパルパとルーケンスも健在。流木の手前に植栽していたウェンティトロピカもようやくボリュームが復活してきました。右のウェンティ月光は溶けたことによって株数を劇的に減らし、今はひっそりとしています。特に溶けがひどかった中央に植栽していた名前の忘れたクリプトは未だにスカスカです。確か背丈が他のものよりも若干高くなると書いてあったので中継層として植えたんですが、見事に低空で葉を広げています。対照的に左側のクリプトは徐々に背丈が伸びてきて中継層っぽくなってます。ただ奥に植えているトンキネンシスがヤマトヌマエビを入れてからどんどんボリュームを減らしてきており、後継層の意味をなしておりません。上から見た映像はこんな感じでだいぶ敷き詰まっているんですが、正面から見るとなんかボリューム不足感があるちぐはぐな水槽です。そこから1ヶ月半後の状態がこちら。なんか前回の映像よりもみすぼらしくなってます。めちゃくちゃ溶けている感じではないんですが、水替えするたびにどんどんと葉が減っていっており、全体的にスカスカになってきました。
正直この時葉が少しずつ溶けていたのか、ヤマトヌマエビに食べられてたのかはわかりませんが、1ヶ月半も時間が経過してモサモサになるどころかスカスカになるこの水槽はマジでモチベーションを保つのに苦労しますね。これが動画投稿のモチベにもつながって、1個の動画を出すのに数ヶ月もかかってしまうことになってるわけです。よく見てみると、一番奥に植えていたトンキネンシスは完全に剥げてます。クリプトが溶け始めた時もそこまでひどい影響は受けず、徐々に背を伸ばしていたんですが、ここに来て跡形もなくなってきました。本来トンキネンシスは背丈が3から40センチになる細葉のクリプトで、後継層にはもってこいのはずなんですけど、もはや長さが短くなったどころか根元から消え失せています。やはりクリプトは難しいですね。というわけで、そんな変わり映えもしないどころか見頃を一度も迎えることなくしぼんでいくこの水槽に変化をつけるべく、虎の子を放出していきます。それがこちら、ガラスポットで育成しているクリプトたちです。このクリプトたちを少し拝借して、どんどんボリュームがなくなっている水槽に華やかさをプラスします。最初に採取するのはこちらのクリプトコリネスピラリスタイガー。ADA の組織培養水草でしかまともに購入できない地味にお高いクリプトで、名前の通り虎柄というか珍しい柄になる細葉なやつです。なんでか知りませんが、長期間ガラスポット内で安定しており、ボリュームも出てきたので間引きも兼ねて植栽していきます。これが茂ることによって新たな後継層になるかもしれません。続いては名前を忘れてしまったクリプトです。こちらは組織培養カップをすべて植栽していた記憶があるやつです。ライトグリーンと茶色の葉が混在しているスタンダードな見た目のクリプトです。なぜか順調に育成されててみちみちなんで結構多めに取っておきます。本当は植え替えとかした方がいいんでしょうけど、水上栽培してる水草は植え替えした後に漏れなく枯れてるので、あんまりいじりたくないんですよね。だから下手に動かせずポット内で密集して最終的に溶けるんですけど、どのみち破滅に向かう運命の悲しいやつたちです。続いてはこちらのクリプトコリネフラミンゴ。こちらは最近よく出回っているウェンティピンクではなく、もともとピンクのクリプトとして有名だったフラミンゴの組織培養のやつです。ウェンティピンクはことごとく失敗していたんですが、この映像の時は地味に育成できてたみたいですね。差し色にピンクを入れようということで採用。続いては期待の新人だったにもかかわらず、現在は見向きもされなくなってしまった、正直まともに育成できている人を一切見ないクリプトコリネスリーパドマシンドゥールです。これでもだいぶ育成はうまくいっている方で、全く大きくもならないし増えもしないんですが、とりあえず根はしっかり張ってます。ちなみにネタバレになるんですが、水上管理しているものはすべて溶けました。一向にサイズが変わらないし、ところどころ色が褪せてきたりして、ちゃんと育成できているのか自問自答していた中溶けてます。しかしその中で一株だけ改良前のウェンティトロピカみたいな見た目になってたやつがあったんですが、それだけは葉が大きくなって生き残ってました。気化したやつだけがあからさまに成長しているのを見て、一生このクリプトは買わないと決めました。新しい水草が出てくるのは本当に嬉しいんですが、あまりにもうさんくさいのはやめてほしいですね。一度スリーパドマシンドゥールを大きく育成したり増殖できた人がいないか SNS で呼びかけたんですが、誰一人として手が挙がらなかったので、この動画でもいるかどうか確認してみます。赤色のまま葉を大きくしつつ株を増やした方はコメントで教えてください。続いてはこちらのクリプトコリネクリスパトゥラ。後継層がみすぼらしいので補強のために購入。編集時現在は沈みゆく泥船のような水槽になぜこんなにお金をかけられるのか疑問に感じています。この時はこれで立ち直れるという希望があったんでしょうね。続いてはこちら、クリプトコリネペルギネアスカダウエンシス。詳細は忘れましたが、比較的再建になって組織培養が出た種類のクリプトです。
見た感じ細花繊細っぽい印象のクリプトです。続いてはこちら、クリプトコリネ・ウィリシー。こちらは地味に立ち上げた時には植栽していなかったクリプトです。若干符が入っているのが綺麗ですね。続いてはこちら、クリプトコリネ・トンキネンシス。スカスカのハゲハゲになってしまった部分に植栽することで過去の栄光を再現する三段です。最後はこちら、クリプトコリネ・ウェンティピンク。先ほどお話しした水上化にことごとく失敗している、最近安価に出回っているピンクのクリプトです。水中ならいけるんじゃないかということで買ってきました。というわけで植栽していきました。ガンガン植栽してるんですけど、どこに何を植えたのか一つ一つ説明していると時間が足りなくなってしまうので、とりあえず植えたという事実だけお伝えしておきます。そんな感じで明らかにこれ以上の展開が期待できない水槽に無理やり新たなクリプトを植栽することで動きを出していこうという感じでした。果たして植栽したクリプトはどうなったのか、できるだけ早く報告しますのでお待ちください。というわけで今回はここまで。